皆さん、こんにちは。卓球動画へようこそ。進行役のケンジです。こんにちは、みさきです。今回は卓球をやっている人なら誰もが一度は感じたことがあるあの不思議な現象について物理力学の視点から超深掘りして解説していきますよ。いやー、美咲さん、卓球って試合中に相手のドライブを受けた時、うわー、この人のボールなんかめちゃくちゃ重いって感じることありますよね。ありますよね。逆に見た目はすごく速いのに受けてみると、あれ思ったより軽くてあっさりブロックできるなっていうボールもあります。そうなんですよ。でもよく考えてみたら不思議じゃないですか？卓球のボールって公式ルールで重さはたったの約 2.7g、直径は 40mm のプラスチックボールって決まってますよね。ボール自体の重さは誰が打っても 2.7g で一緒のはずなのに、なんで重い球と軽い球が存在するのか、これ長年の謎だったんです。まさにそこが今回のハイライトです。結論から言うと、球の重さというのは気のせいでも感情論でもなく、高分子物理学、運動力学、そして流体力学で完全に説明できる物理現象なんです。おー、物理で証明できるんですか？はい、今回は岩波書店の回転のスポーツや卓球の物理現象を解説している卓球の物理学、さらに用具専門メディアの沢球スポーツ、大手メーカーのバタフライ公式サイト、専門メディアのラリーズ、専門ショップの卓球家840や卓焼き屋、ブログ398のおもちゃ箱やカツオ000のレビューといった信頼できる解説や検証データを差し出しまねな、その力学的メカニズムを徹底的に解き明かしていきます。これはワクワクしますね。用具選びや自分の打球の質を変えたいと思っている視聴者様にとって目から鱗の連続になりそうです。楽しんで聞いていってくださいね。今回はこの球質の重さの全貌を導入から実験、力学データ、そして最新のラバー構造まで余すところなくお話ししていきます。さて、美咲さん、まずは今回の解説の全体像というか、レポートで明かされている核心部分をギュッとまとめたエグゼクティブサマリーを教えていただけますか？わかりました。今回の解説で提示する超重要ポイントは大きく分けて4つあります。まず1つ目。相手が手に感じる見かけの質量アパラントマスの正体は、ボールの直線的な速さである線運動量と回転による力である角運動量が合成された衝撃力だということです。速さだけじゃなく回転が合体した力が重さとして手に伝わっているわけですね。その通りです。そして2つ目。粘着ラバーと非粘着テンションラバーでは、重さを生み出すメカニズムが根本的に違います。テンションラバーは直線的な射出初速インパルスで相手を弾く重さ。対して粘着ラバーは毎秒130から150回転という超高回転の接線トルクで、相手のラケット面を強制的に下へ傾けせることで重さを発生させているんです。なるほど。速さの押し込みと回転の力学的ねじれ、どちらも相手には重いと感じられるんですね。そして3つ目の発見。粘着ラバーのトップシート内部では、インパクトの瞬間にゴムの粒が横に倒れて復元するスナップバック効果という超高速の動的現象が起きていて、これが打球離脱直前に爆発的な二次加速と回転力を与えています。さらに卓球台に着弾した後、回転エネルギーが全身エネルギーに変換されて、ボールが低く急加速して伸びてくるんです。バウンドしてからぐーんと伸びてくるあの恐怖のドライブですね。そして最後の4つ目。メーカーやベテラン選手があまり言わない卓球の4つの真実です。軽い用具で重い球は打てないという物理的限界。スインの速度が足りないと世界一軽い球になってしまう臨界域値の存在。湿度が 60% を超えると粘着ラバーの球圧が完全崩壊するハイドロプレーイング現象。そしてそれらを克服した現代の最終回答、粘着ハイブリッドラバーの構造革命です。うわー、どれもめちゃくちゃ気になるキーワードばかりじゃないですか。これらについての詳しい力学データや構造の秘密は、この後順を追ってじっぷり解説していきますので、楽しみにしていてくださいね。それではここから本格的な各論に入りましょう。
まずはそもそも卓球において球が重いと感じるとき、物理的には何が起きているのかという根本的な問いから解説をお願いします。はい、まず冒頭でも触れた通り、ボール自体の質量 M は約 2.7g で不変ですよね。それなのに相手のブロックした手が押し込まれたり、手首が弾き飛ばされたりするのはなぜか。受けているプレイヤーの筋肉や神経系が知覚しているのは、純粋な 2.7g という質量ではなく、見かけの質量、アパレントマスだからなんです。見かけの質量、響きがすでにかっこいいですが、これはどういう概念なんですか？運動力学において、物体が衝突した時に相手に与える力的な抵抗や衝撃力のことです。ボールがラケットに衝突する時間デルタ t の間に、ボールの運動量がどれだけ変化したかという量、つまり力積、衝撃力 J は、見かけの有効質量と速度変化の積として表されます。むむっと、要するにボールがどれだけの運動量を持ってラケットにぶつかってきたかということですね。その通りです。ボールが飛んでくる速度由来の水平衝撃力、線運動量が大きいと、相手のラケットは直進方向へ押し込まれます。しかし、卓球の重さはそれだけではありません。もう一つ、回転由来の接線トルク方程式が深く関わっています。回転角速度、つまりボールが猛烈に回転しながらラバーに接触すると、そこで巨大なトルク、ねじり力が生まれるわけですね。正解です。このまっすぐ押し込む力、線運動量とねじ伏せようとする力、角運動量が合体して相手の手に伝わったとき、受け手は自らの手首や前腕の筋肉を使ってその合成ベクトルに全力で抗わなければなりません。この筋力負担の増大こそが脳内で球が重いという知覚体験に変換されているんです。なるほど。単にボールが重いんじゃなくて、自分の腕の筋肉が相手の力に耐えきれずに悲鳴を上げている感覚が重さなんですね。そうなんです。この筋肉の感覚を専門用語で固有受容感覚と呼ぶのですが、人間の脳は手首や肘の関節にかかるトルクや負担の大きさを物体の重さとして捉える習性があるんです。ここで卓球の物理学の解説が効いてくるわけですね。具体的に回転がどうやって筋肉に負担をかけているのか、もう少し詳しく教えてもらえますか？例えば、相手が超強力なトップスピンを仮回転をかけたループドライブを打ってきたとしますよね。そのボールが自分のラケット表面に触れた瞬間、摩擦力によってラケット面を強制的に下向きに倒そうとする巨大なトルクが発生します。だから初心者が強烈なドライブを受けると、ボールが下に向かってボトッと落ちたり、逆に面を開きすぎて上に吹っ飛ばされたりするんですね。まさにそれです。上級者はそのトルクに抗うために、無意識のうちに前腕の屈筋群や手首の筋肉をガチッと固めて、ラケット面が倒されないように抑え込んでいます。この倒されまいと抵抗する筋力が莫大になるため、うわ、この球面が作れない、重すぎると感じるわけです。逆にスピードは速いけれど回転があまりかかっていないボールの場合はどうなるんですか？その場合は接線トルクは小さいですが、放線衝撃力、直進方向の衝撃が大きくなります。すると手首を倒されるというよりは、ラケット全体が後ろにパンと弾き飛ばされるような衝撃を受けます。これもまた受け手にとっては速くて重いという感覚になるんです。面を下に潰される重さと後ろに弾き飛ばされる重さ。性質は違うけれど、どちらも力学的に生み出された重さなんですね。さて、球質の重さの正体が分かったところで、ここからはその重さを生み出す用具の革新、粘着ラバーと非粘着テンションラバーの違いについて迫っていきましょう。はい、ここが用具好きのプレイヤーにはたまらない部分ですね。粘着ラバーとテンションラバーは単に表面がペタペタしているかどうかという違いだけではありません。高分子物理学の観点から見ると、ボールと接触した時の摩擦機構も内部のスポンジのエネルギー変換設計も全く異なる物理パラダイムに基づいているんです。物理パラダイムの違い、具体的にはどう違うんですか？まず粘着ラバーは高分子粘着層による化学的吸着で表面を保持し、シートが厚手で高密度、スポンジは超高密度な密閉セロ構造をしています。
そのため回転角速度のポテンシャルが毎秒130から150回転以上と圧倒的です。一方でテンションラバーはどうなんですか？テンションラバーはゴムの可動性による機械的グリップでボールを捕獲し、大気砲で開口型の高反発テンションスポンジを備えています。高反発な射出初速でボールを前へ力強く弾き出す設計になっているんです。なるほど。速さの押し込みと回転の力学的ねじれ、用具の構造から全然違っていたんですね。表面の保持機構である化学的吸着アドヒージョンと機械的グリップメカニカルグリップについてさらに詳しく教えてください。ここは打球感を理解する上で最も美しい物理現象の一つです。まず粘着ラバーの表面には厚さわずか数マイクロメートルという超極薄の高分子粘着皮膜が存在します。この皮膜がボールの ABS 樹脂表面と分子ラベルで接近することで、分子間に働くパンデルワーレス力や高分子差の網目構造による化学的吸着アデヒージョンが発生します。分子レベルの力。だからボールをラバーの上に乗せて持ち上げるとピタッとくっついて持ち上がるんですね。その通りです。この化学的吸着のおかげで垂直荷重、ボールをラバーに押し付ける力がほとんどゼロに近いようなごく軽い接触、例えば繊細なサーブや台状のつっつきであっても静止摩擦係数が理論上の極大値を示します。つまり滑ることなくボールを確実に捉えられるんです。じゃあテンションラバーの機械的グリップはどういう仕組みなんですか？テンションラバーには表面のペタペタした粘着層はありません。その代わりゴム自体が持つ柔軟性と可塑性を利用します。ボールが強烈なインパクトでラバー内部へ没入、食い込みしたとき、ゴムがボールの表面に沿って変形し、包み込むようなラップアラウンド効果が生まれます。ゴムがボールを物理的に抱え込む感じですね。はい、物理的に接触面積を広げ、変形したゴムが元に戻ろうとするとき、抵抗力を摩擦力に変換するわけです。したがってテンションラバーで強烈な回転を得るためには、ボールをラバーの奥深くへ圧入させるための一定以上の強いインパクト、垂直荷重が力学的に絶対条件となります。なるほど。軽いタッチでも分子の力で超回転をかけられるのが粘着ラバー。強く深く食い込ませることでグリップ力を爆発させるのがテンションラバーという違いなんですね。表面のシートだけじゃなく土台になっているスポンジの構造も全然違うんですよね。はい、スポンジの微子的な構造はエネルギーの伝達効率に直結しています。中国製の伝統的な粘着ラバーなどに使われているスポンジは気泡率が低く密閉された高密度の硬質構造をしています。カチカチに硬いスポンジですね。あんなに硬くてボールは跳ねるんですか？実はあの硬さこそが巨大なインパクトに耐える秘密なんです。超ハードスイングで強烈な打撃を加えたとき、柔らかいスポンジだとスポンジの気泡が完全に押しつぶされて、ラケットの木材やカーボン機材に直接ボールの衝撃が届いてしまう底付き現象が発生します。底付き。ラケットの木に直接当たってカンって音がするような状態ですね。そうです。底付きが発生すると、せっかくのスイングエネルギーが不快な振動や音、熱に変わって散逸してしまい、ヒステリシスロス、ボールにエネルギーが伝わらなくなってしまいます。しかし、粘着ラバーの高質高密度スポンジは変形限界が極めて高いため、どんなに強い衝撃でも底付きせず、プレイヤーの運動エネルギーをそのままボールの変形と回転エネルギーへロスなく変換してくれるんです。だからプロのハードヒッターがどれだけ力いっぱい振ってもエネルギーが逃げずに全部ボールに伝わるんだ。じゃあテンションラバーのスポンジはどうなんです？テンションラバーのスポンジは内部に気密化された大気孔や高弾性高分子差が充填された開口高反発テンション構造です。外部から圧縮された時に指数関数的に跳ね返すスプリング効果を発揮します。これによりプレイヤーが入力したスイングスピード以上の初速、射出エネルギーを自動的にプラスしてボールを前へ弾き出してくれるんです。ここで用具の重さ、重量そのものが打球の重さにどう影響するかという超重要な物理法則について教えてください。お任せください。衝突力学において、ボールに伝達できる運動量の最大値を決める最大の要因が、ラケットの有効質量 MFF です。
これはラケットの総質量と完成モーメント、打点位置の関係から導き出されます。要するに、ラケット全体の重さと先端側の重さのバランスが関係しているということですか？その通り、素晴らしい理解です。粘着ラバーは高密度のトップシートと高質高密度スポンジでできているため、ラバー1枚あたりの重量が切断後で約 50g から 55g もあります。一方、テンションラバーは気泡が多いので約 40g から 45g 程度です。両面に貼ったら、それだけで 20g 近く粘着ラバーの方が重くなる計算ですね。この 10g、20g の差がラケット先端側の質量分布を大きく向上させ、完成モーメントと総質量を同時に引き上げます。スイングスピードが同じであれば、有効質量が大きい重いラケットの方が、衝突時にボールに与える運動量変化が物理的に絶対に大きくなります。物理の法則として、重いラケットで叩いた方がボールに伝わる運動量の絶対値が大きくなるのは避けられない真実なんですね。そうなんです。沢級スポーツなどの用具比較でも言及されていますが、軽すぎる用具ではどうやっても到達できない物理的な弾圧の絶対値が存在し、それを担保しているのが粘着ラバーの高質量なんですよ。ここからは、打たれたボールが空中に放たれ、相手のラケットに届くまでの3次元的な力学動態について詳しく見ていきましょう。はい。ボールが相手のラケットに衝突する瞬間、相手に作用する全衝撃ベクトルは、放線衝撃力、スピードによる力と接線衝撃力、回転による力の足し算として記述できます。直進して飛んでくるスピードの力と、ラバーの表面をねじろうとする回転の力の両方ですね。その通りです。非粘着テンションラバーから生み出される重さは、主に直進方向の放線衝撃力、初速インパルスに依存しています。圧巻の射出速度によって相手コートへ最短時間で到達し、短い衝突時間の間に巨大な運動量変化を与えることで、手首を直線的に後ろへ押し返すような衝撃を与えます。まさに速さで押し切る重さですね。じゃあ粘着ラバーは？粘着ラバーの重さは、接線衝撃力、回転トルクの比率が極めて高いのが特徴です。毎秒130から150回転という超高回転のトップスピンを維持したボールが相手ラバーに触れた瞬間、強力な摩擦力を介して下向きの巨大な力が発生します。これが先ほど教えてもらった相手の面を下に倒そうとするトルクになるわけですね。はい。受け手は直進してくるボールを受け止める垂直力だけでなく、この強烈な回転トルクを腕力で抑え込んで面を正対させ続けなければならないため、感覚的にまるで鉄の球でも受けているかのような重圧を感じることになるんです。ここで一回、衝突の瞬間にラケット面で起きている現象を分かりやすく整理してみましょう。いいですね。わかりやすいイメージで比較してみましょう。まず、テンションラバーの打球を受けた時の流れです。ボールが超高速で飛んできて、強力な直進衝撃が発生し、相手のラケット全体が後ろへバンと弾き飛ばされます。相手は速さと直線的な衝撃に耐えて押し返さなきゃいけないから、速くて手元が弾かれるとなるわけですね。その通り。じゃあ次に粘着ラバーの打球を受けた時です。ボールが超高回転で飛んできて、ラバー表面の摩擦により下向きの巨大なトルクが発生します。すると相手のラケット面が強制的に下へぐにゃっと傾けられそうになります。面が倒されないように強大な腕力と前腕の筋肉で抑え込まないといけないから重いと感じるんですね。まさにその通りです。後ろに吹っ飛ばされるのか、下に積むされるのか、作用メカニズムは真逆と言ってもいいくらい違うんですよ。美咲さん、先ほど言っていたスナップバック効果についてもっと詳しく知りたいです。ゴムの粒が横に倒れて戻るって一体どういう現象なんですか？ここは高分子物理学の真骨頂ですよ。粘着ラバーでボールを打つ瞬間、トップシートの内部では微子的な3つのフェーズが一瞬のうちに進行しています。3つのフェーズ。第1フェーズは初期補足と引き連れフェーズ。粘着層がボール表面を補足し、ラバー内部の粒構造が横倒しに大きく曲がって泉エネルギーを蓄えます。第2フェーズは最大圧縮フェーズでスポンジが限界まで潰れて接触面積が最大化されます。
そして注目の第3フェーズは第3フェーズが離脱とスナップバックフェーズです。ボールが反発力でラバーから離れようとした瞬間、横倒しに屈曲していたゴムの粒が一気に解放され、元の位置へ超高速でパチンと復元します。この復元速度はプレイヤー自身のスイングスピードをはるかに超えるスピードなんです。スイングスピードよりも早くゴムが戻るんですか？そうなんです。離脱する直前のボールに対して、このスナップバックが最後の押し出しとして追加の二次加速度、トルクパルスを与えるんです。これによってテンションラバーでは不可能な毎秒130から150回転という次元の違う回転角速度が生み出されるんですよ。スナップバックで放たれた超高回転のボールは空中でどんな動きをするんですか？空中に飛び出したボールを支配するのは流力力学におけるマグヌス効果です。回転する球体が空気中を進むとき、ボールの上側と下側で空気の流速に差が生まれ、圧力差が生じます。強烈なトップスピン球がかかっている場合、ボールには強力な下向きのマグヌス力が作用します。下向きの力ということは、ボールが下にぐぐっと引っ張られるわけですね。その通りです。岩波書店の回転のスポーツでも詳しく記述されていますが、粘着ラバーが生み出す毎秒130回転以上の超高回転球は、ネットの上を通過するときは安全な山なりの弧線を描くのに、ネットを越えた瞬間に急激にドスンと沈み込むダイブする厳しい軌道を描きます。粘着ラバーのドライブって絶対にオーバーミスしなさそうな独特の急降下を描きますよね。あれがマグニュス力なんですね。そうです。直線的に飛ぶテンションラバーの球とは違って、相手コートのエンドライン際深くに鋭角に突入して沈み込むため、相手プレイヤーは打点を落とされやすく、非常に返球しづらくなるんです。さらに驚くべきことに、ボールが相手コートの卓球台にバウンドした後にもすごい物理現象が起きているんですよね。よくぞ聞いてくれました。ここが粘着ラバーの球は手元で伸びると言われる最大の力学的からくりなんです。バウンドした後の秘密、教えてください。超高回転のボールが角度を持って卓球台の塗膜面にバウンドした瞬間、ボールの一番下側と台との間に強力な滑り摩擦力が作用します。この時、ボールが保持していた莫大な回転運動エネルギーの一部が前進方向の直線運動エネルギーへと一瞬で変換されるんです。回転のエネルギーが前に進むスピードのエネルギーに化ける？正解です。これを運動エネルギー変換と呼びます。普通、ボールはバウンドすると空気抵抗や台との摩擦で減速しますよね。しかし、超高回転のドライブ球はバウンドした瞬間に台面を蹴って低く地を這うように急加速して伸びてくるという異次元の挙動を示します。うわー、相手からすれば空中で急に沈んできたかと思ったら、バウンドした瞬間にギュンと前に伸びて加速してくるわけですね。そうなんです。着弾前の沈み込みと着弾後の加速という二重の軌道速度ギャップに翻弄され、詰まった姿勢で打たされるため、強烈なトルクを直接手首で受け止めることになり、この球、手元で尋常じゃないくらい重いと体感せざるを得なくなるんですよ。ここからは具体的なプレイ技術ごとに粘着ラバーとテンションラバーで球質の重さがどう変化するのかを深く比較していきましょう。まずは基本にして奥が深いループドライブとスピードドライブです。はい、まずループドライブですが、これは粘着ラバーの圧倒的な勝利です。ループドライブは薄いスリップインパクトになりますが、粘着ラバーは表面の化学吸着があるためスリップせず、毎秒150回転に達する回転を生み出します。相手はブロック面を上空に弾き飛ばされるか下に落とされるかになります。一方、スピードドライブはがですか？スピードドライブは面白いですよ。プレイヤーが硬質スポンジをしっかり潰せるスイングスピードを持っている場合、粘着ラバーは高い有効質量とバウンド後の伸びが合体し、手元でどっしり重厚に押し込む重さになります。一方、テンションラバーは圧倒的な射出初速で最短時間で届き、相手を刺すような鋭い衝撃を与えます。どちらも性質は違いますが、甲をつつけがたい重さになります。
続いてその他の主要技術であるカウンタードライブ、スマッシュ、ミート強打、サーブ、つっつきについてはいかがでしょうか。まずカウンタードライブですが、粘着ラバーが明確に重いです。粘着ラバーの高密度なトップシートと硬質スポンジは受動的な変形を起こしにくいため、相手の回転に押し負けず、自分のスイングで回転を完全に上書きして返せるんです。回転の上書き、力でねじ伏せて上書きするから超重いカウンターになるんですね。スマッシュはスマッシュやミート打法になると立場が逆転します。粘着ラバーは表面粘着層がブレーキをかけてしまい初速が落ちます。スマッシュの時はテンションラバーの対気泡スポンジによる直進的な初速インパルスの方が相手を叩き潰す圧倒的な重さになります。サーブやつっつきの退場技術はやはり粘着ラバーの独壇場ですね。その通りです。接触時間を限界まで引き伸ばして強烈なバックスピンをかけるから、つっつき一発で相手のラケットをネットに引きずり下ろすような重さが出ます。さあ、ここからはメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実に迫りましょう。まず真実の一つ目、軽い用具で重い球は物理的幻想である。美咲さん、これってどういうことですか？指導現場ではよく、ラケットを軽くして振り抜きを良くすれば速くて重い球が打てるよと言われますよね。でもそれこそが衝突力学を無視した完全な物理的幻想なんです。完全な幻想？ラケットを軽量化するというのは、ボールと衝突した時に運動量を伝える壁の厚みを削り取っているのと同じです。仮にラケットを軽くしてスイングスピードが 5% 上がったとしても、有効質量が減ったことによる運動量伝達効率の低下分をたった 5% のスピード向上では到底補いきれません。ということは、スイングスピードが同じなら、重いラバーを張った重いラケットの方が絶対的に強い衝撃を生み出せる。そうです。結論として、自分が振り切れる重量の限界値まで重い用具を選択することこそが、物理的に最も重い打球を生み出す唯一の絶対解なんです。軽くて振りやすいのに球が重いなんて、都合の良い用具は物理学的に存在しません。続いて真実の2つ目、スイングスピードの臨界値を下回ると世界一軽い球になる。これの真実も絶対に知っておくべきです。粘着ラバーを貼れば誰でも簡単に重い回転がかかる魔法のラバーだと思われがちですが、粘着ラバーの表面には常に一定の粘性ブレーキの力が存在しています。スイングスピードやインパクトが弱いとどうなっちゃうんですか？ボールが粘着層のブレーキを突破できず、さらに硬いスポンジを食い込ませることもできず、スイングのエネルギーがラバー表面で全部吸収・減衰させられてしまいます。その結果、初速は致命的に遅く、スナップバックも起きず、回転も全くかかっていない、力学的に死んだ球がポコンと飛んでいくだけになります。ひえー、スイングが弱い人が使うと世界一打ちやすいチャンスボール量産ラバーになっちゃうんですか？そうなんです。粘着ラバーの爆発的なトルクと重さを引き出すためには、粘着のブレーキを力で粉砕できるだけの高いスイング加速度が絶対条件なんですよ。続いて真実の3つ目、多個湿度環境下で粘着ラバーの気圧は完全崩壊する。これは梅雨の時期や夏場の体育館で卓球をしている人なら誰もが絶望したことがある現象ですね。相対湿度が 60% を超えるような環境下では、浸水性を持つ粘着性高分子シートの表面に微小な水膜が形成されます。微小な水のして。この状態でボールがラバーに当たると、自動車が雨の日にスリップするのと同じハイドロプレーニング現象がラバー表面で発生するんです。静止摩擦係数が壊滅的に低下し、ボールが粘着層の上でつるっと滑って、スナップバックも一切起きなくなります。粘着ラバーの最大の強みである摩擦力が水膜によって完全にゼロにされちゃうわけですね。そうなんです。この時放たれる打球の球質は全競技局面の中で最も軽くて威勢のない球になってしまいます。梅雨時期に粘着ユーザーが湿気を異様に気にしてラバーを拭いているのは物理的に極めて合理的だったんですね。そして真実の4つ目、 ABS ボール時代の最終回、粘着ハイブリッドラバーの構造革命。
2014年にボールが ABS 樹脂に変更され、表面が硬く滑りやすくなったことで、従来の純粘着ラバーだと飛距離が出ない、打つのがしんどすぎるという壁にぶつかりました。そこで登場したのが粘着ハイブリッドラバーです。どんな特徴があるラバーなんですか？微粘着、弱粘着トップシートでスリップを防ぎ、サーブやつっつきの回転力を確保しつつ、高内蔵張力スプリングスポンジでボールを深く食い込ませ、テンションラバー並みの高い射出初速と飛距離を与える二重構造になっています。粘着の回転とトルクとテンションの速さと初速をドッキングさせたわけですね。まさにイノベーションです。ディグニックス 09C やハイブリッド K3、ラクザ Z、グレイザー 09C といった最新ラバーは少ない筋力負担で初速の速さと手元で沈んで伸びる強烈トルクを同時に実現できる現代卓球における最強の回答なんです。美咲さん、ここまで本当に濃密で素晴らしい解説をありがとうございました。最後に今回学んだ球質の重さをコントロールし、自分史上最高の球圧を手に入れるためのまとめをお願いします。はい。本レポートの物理力学調査に基づき、まとめとしてプレイヤーの皆さんが実践すべきアプローチを3つのステップで整理します。1つ目、球質の重さは単なるスピードではなく、線運動量、初速、×角運動量、回転トルク、×ラケットの有効質量の空間的合成であると理解すること。2つ目、自分が粘着ラバーの臨界域値を超えられるスイングスピードを持っているか冷徹に判断し、必要に応じて粘着ハイブリッドラバーを選択すること。3つ目、自分が試合で振り切れる範囲内で最も重い用具を選び、スポンジの食い込みとシートの引き連れを同時に発生させるハイブリッドインパクトを習得すること。物理を知ると用具選びも日々の練習でのインパクトの意識もガラリと変わりますね。単に高いラバーを買えばいいとか軽くすればいいという迷信から解放された気がします。そう言っていただけると嬉しいです。用具の物理力学を味方につけて、ぜひ相手が思わず手首を押し込まれてしまうような極上の重い球を手に入れてくださいね。それでは本日の解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。